いきたいなと思います。ニュアンスカラーって皆さんもたまに聞いたことがあるかなと思うんですけど、こういうちょっとアンニュイな曖昧な色合いのことをニュアンスカラーっていうみたいです。でデザインとかも特に決まりはなくて、本当に感覚で描けるので、絵がそんなに得意じゃない方も簡単におしゃれなアートを楽しめるかなと思って今日は紹介していきたいなと思います。パレットなんですけど、少し洗うのが最後ちょっと大変だなっていう方はこういう紙パレットもあるので、1枚ずつ取り外せてすごく楽なので、こういうのもおすすめです。もしない方は牛乳パックをきれいに洗って裏とかでも使えるので、それもおすすめです。書いていくのはまず最初にこういう画用紙、ポストカードの画用紙に書いていこうと思います。でその次にキャンバスに書いていこうと思います。ちょっと今変わった形しかなくて丸とかしかないんですけど、ちょっとそれで今日は書こうと思います。配色考えるのは結構大変なので、Pinterest っていうアプリを使って参考にしています。検索窓にカラーパレットっていう文字を入れて調べると、こういう外国のおしゃれな動画がたくさん出てくるので、結構自分の好みとかもそこで発見できたりして、すごく参考になるかなと思います。よかったら使ってみてください。一応マスキングテープで貼ったものと、そのまま描くバージョン2つでやってみます。で最初に描くのはちょっと秋っぽい色合いにしたいなと思うので、こんな感じでこういうオレンジっぽい色と緑とあとベージュみたいな感じの色で作っていこうと思います。アクリル本当にすぐ乾くのが早くて、使う分だけで大丈夫だと思います。ニュアンスカラーを作る時、おすすめなのがこういうベージュとかこういうちょっとくすんだカラーをよく使うので、もしたくさん作る予定の人はこんぐらい大きいの持ってってもいいかなと思います。これで600円、1本600円ぐらいだったと思うので、そうじゃない方はだいたい黄土色と白を混ぜたらベージュになるし、白と黒をちょっと入れたらグレーになるし、そういうベージュとかグレーを混ぜるとニュアンスカラーになりやすいかなと思います。でちょっと混ぜすぎない、ちょっと白アクセントで入れるんですけど、混ぜすぎずに感覚です。でたまに元の色とかも足したりして。本当に落書きと同じぐらいの大雑把さでいいんじゃないかなって思います。じゃあちょっとマスキングテープを剥がしていきたいと思います。なんかマスキングテープの下にもちょっと。こんな感じでちょっとピンクっぽい秋色を作っていこうと思います。前の色とかもくすませるのにすごい使えるから、前の色も使ったりして出したい色に近づけていこうと思います。ここら辺、この123ベージュ、ここら辺を使っていこうと思います。今回
回マスキングテープなしで手書きで四角に書いてみました。こういういびつな形もおしゃれでありかなと思います。仕事でできるかな。次はキャンバスに描こうと思います。丸は初めてなので楽しみです。こんな感じでちょっと紫っぽい、くすみ紫とくすみピンクみたいな感じの色合いにしようと思います。でここでメリウムを使っていこうと思います。